少女地獄。夢の旧作。何でもない。白鷹秀麿慶即下。臼木利平。小生は先般、丸の内クラブの公木会で短時間配備の栄を得ましたもので、貴兄とご同様に九州帝国大学耳鼻科出身の後輩であります。昨昭和8年の6月初旬から、当横浜市の宮崎町に臼木耳鼻科のネオンサインを掲げておるものでありますが、突然にかような奇怪な手紙を差し上げる非礼をお許しください。姫草百合子が自殺したのです。あの名前の通りに可憐な、清浄無垢な姿をした彼女は、あなたと小生の名を呪いながら自殺したのです。あの鳩のように小さな胸に、浮かみ現れた根も葉もない妄想によって、あなたと小生の家庭は申すに及ばず、満都の新聞紙、警視庁、神奈川県の司法当局までも、その嘘の天国を構成する材料に織り込んできたつもりで、かえって一種の戦慄すべき脅迫観念の地獄絵巻を書き表してきました彼女は、ついに彼女自身を、その自分の創作した地獄絵巻のどん底に葬り去らなければならなくなったのです。その地獄絵巻の実在を自分の死によって裏書きして、小生等を仏教のいわゆる永劫の戦慄、恐怖の無限地獄に突き落とすべく、その一見平々凡々な何でもない出来事の連続のように見える彼女の虚構の裏面に脈動している摩訶不思議な少女の心理作用の恐ろしさ、その心理作用に対する彼女の執着さを、小生はあなたに対して逐一説明し、解剖し、分析していかねばならぬという異常な責任を持っているものであります。しかもその困難を極めた一種異様な責任は本日の午後に思いもかけぬ未知の人物から私の双肩に投げかけられたものであります。ですからこの一種特別の報告書も順序としてその不可思議な未知の人物のことから書き始めさせていただきます。本日の午後1時頃のことでした。重体の脳膜炎患者の手術に疲れ切った私は、外来患者の途絶えた診察室の長椅子に横たわって、ガラス窓越しに見える横浜港内の汽笛と、窓の下の往来の雑音をごっちゃに聞きながら、うとうとしておりますと、突然に玄関のベルが鳴って、一人の黒い男性の影が静かに滑り込んできました。跳ね起きてみますと、それはさながらに外国の映画に出てくる名探偵じみた風采の男でした。年の頃は40、45でしたろうか。顔が長く、眉が濃く太く、高い品のいい鼻筋の左右に、切れ目の長い目が落ち込んで鋭い黒い光を放っているところは、とりあえず和製のシャーロック・ホームズといった感じでした。全体の皮膚の色が私と同様に青黒く、すらりとした骨太い体に、しっくりした折り目正しい黒地のモーニング、真新しい黒のベロア帽、同じく黒のエナメル靴、銀頭のスネーキウッドというみじんも隙のない態度風采で、診察室のドアを後ろ手に静かに閉めますと、私一人しかいない室内をじろりと一目見回しながら立ち止まって、
陰銀に帽子を取って、中東を巧みに隠した頭を下げました。軽率な私は、この人物を信頼の患者と思いましたので、愛想よく立ち上がりました。さあ、どうぞ。と、ジャコビアン張りのサイドチェアを進めました。私が薄木です。しかし、相手の紳士は依然として黒い冷たい影帽子のように突っ立っておりました。ちょっと目を伏せて、わかっているといったような表情をしたきり、一言も口を聞きませんでした。そのうちに、青白い毛むくじゃらの手をチョッキの内ポケットに入れて、一枚のカード型の紙片を探り出しますと、私の顔を意味ありげにちらりと見ながら、そばのカードテーブルの上に置いて、私の方へ押しやりました。そこで私は滑稽にも、さては、推しの患者が来たな、と思いながら、その紙片を取り上げてみますと、意外にも下手な小学生じみた鉛筆文字で、はっきりと、姫草百合子の行方をご存知ですかと書いてあるのです。私は、唖然となってその男の顔を見上げました。精が5尺7、8寸もありましたろうか。はあ、知りませんがね。黙って出て行きましたから。と即答をしましたが、その刹那に、さては、この男が姫草百合子の黒幕だな。何かしら俺を脅迫しに来やがったんだな。と直感しましたのですぐに、クソでも食らえ、という覚悟を腹の中で決めてしまいました。しかし上辺には、そんな毛振りも見せないようにして、平凡な開業医らしいとぼけ方をしておりました。姫草百合子の行方を知っていないでよかった。知っていると言ったら、すぐにつけ込まれて脅迫されるところであったろう、と腹の中で思いながら。相手の紳士は、そうした私の顔を、その黒い、冷たい執念深い目つきで十数秒間、凝視しておりましたが、やがてまた、チョッキの内側から一つの白い封筒を探り出して、うやうやしく私の前に置きました。ご覧ください。というふうに、薄笑いを含みながら。白い封筒の中身は、ありふれた便箋でしたが、文字はまがいもない姫草百合子のペン字で、ところどころ汚く滲んだり、奇妙に震えたりしているのが、なんとなく不気味でした。白鷹先生、臼木先生、私は自殺いたします。お二人にご迷惑のかからないように、築地の婦人科病院、曼荼羅先生の病室で自殺いたします。子宮病で入院中に、ジフテリ性の心臓麻痺で死んだようにして、処理していただくよう、曼荼羅先生にお願いしておきます。白鷹先生、臼木先生、お二人様の私に賜りましたご愛情と、そのご愛情を受け入れました私を、お憎しみにもならず、親身の妹同様に可愛がっていただきました。お二人の奥様方のご恩を、私は死んでも忘れませぬでしょう。ですから、その奥様方の気高い、ありがたいご恩の万分の一でも、報いたい気持ちから私は、こんなにこっそりと自殺するのです。私の小さい霊魂は、これからお二人のご家庭の平和を永久に守るでしょ
私が息を引き取りましたならば、目を閉じて口を塞ぎましたならば、今まで私が見たり聞いたりいたしました事実は、皆跡形もない嘘となりまして、お二人の先生方は安心して低粛なお美しい奥様方と平和なご家庭を守っておいでになれるだろうと思いますから。罪深い百合子。姫草百合子はこの世に望みをなくしました。お二人の先生方のようなお立派な地位や名望のある方々にまでも、私の真心が信じていただけないこの世に何の望みがございましょう。社会的に地位と名誉のある方のお言葉は、たとえ嘘でも本当になり、何も知らない純な少女の言葉は、たとえ事実でも嘘となってゆく世の中に何の生きがいがありましょう。さようなら、白鷹先生、臼木先生。かわいそうな百合子は死んでいきます。どうぞご安心くださいませ。昭和8年12月3日、姫草百合子。この手紙は、すでに民谷特攻課長に渡しました実物の写しで、あなたにお目にかけたいためにコピーを取っておいたものですが、これを初めて読みましたときも私は、何の感じも受けずにいることができました。依然として呆れ返ったとぼけた顔で、相手の鋭い視線を平気で見返しながら問いかけました。へえ、あなたがこの手紙のマンダラ先生で？そうです。相手は初めて口を開きました。しゃがれた底強い声でした。もう死骸は片付けられましたか？火葬にして遺骨を保管しておりますが、死後3日目ですから。姫草が頼んだ通りの手続きにしてですか？さようです。なんで自殺したんですか？モルフィンの皮下注射で死んでおりました。どこで手に入れたものか知りませんが。ここで相手は探るように私の顔を見ましたが、私は依然として無表情な硬直を続けておりました。マンダラ院長の目の光が和らぎました。心持ち歪んだ唇が軽く動き出しました。先月11月の21日のことです。姫草さんはかなり重い子宮内膜炎で私のところへ入院しましたが、そのうちに外で感染してきたらしいジフテリをやりましてね。それがやっと治りかけたと思いますと。専門医に見せられたのですか？いや、ジフテリ程度の注射なら、専門でなくともうちでやっております。なるほど。それが、やっと治りかけたと思いますと、今月の3日の晩、12時の最後の検温後に、自分でモヒを注射したらしいのです。4日の、さよう。一昨日の朝は、シーツの中で冷たくなっているのを看護婦が発見したのですが、付き添い人も何もいなかったのですか？本人が
いらないと申しましたので、いかにもきちんときれいにお化粧をして、頬紅や口紅をさしておりましたので、強直したいとは思われないくらいでしたが、生きている時のように微笑を含んでおりましてね。実に無残な気持ちがしましたよ。この書き置きは枕の下にあったのですが。検視はお受けになりましたか？いいえ。どうしてですか？医師法違反になりはしませんか？相手は静かに私の瞳を凝視した。いかにも悪党らしい冷ややかな笑い方をした。検視を受けたら、このお手紙の内容が表沙汰になる恐れがありますからね。同業者のよしみというものがありますからね。なるほど。ありがとう。してみると、あなたは百合子の言葉を信じておられるのですね。あれほどの器量を持った女が、無意味に死ぬものとは思われません。よほどのことがなくては。つまり、その白鷹という人物と僕とが、二人がかりで姫草百合子をおもちゃにして、後を無情に突き放して自殺させたと信じておられるのですね、あなたは。ええ、さような事実の有無をお尋ねに来たんですがね。ことを荒立てたくないと思いましたので。あなたは姫草百合子のご親戚ですか？いいえ、何でもないのですが、しかし。そんなら、あなたも僕らと同様、被害者の一人です。姫草に騙されて、医師法違反をあえてされたのです。相手の顔が突然、悪魔のように険悪になりました。けしからん。その証拠は。証拠ですか？他の被害者の一人を呼べば、すぐにわかることです。呼んでください、けしからん。罪も報いもない死人の意志を冒涜するものです。呼んでもいいですね。ぜひ、すぐに願います。私は、卓上電話機を取り上げて神奈川県庁を呼び出し、特攻課長室につないでもらった。ああ、タミヤ特攻課長ですか？臼木です。臼木委員の臼木です。先般は姫草の件につきまして、いろいろどうも。ところで早速ですが、お忙しいところ誠にすみませんが、すぐにこちらへおいで願いますまいか。姫草百合子の行方が分かったのです。いや、死んでいるのです。あるところで。実はその姫草百合子の被害者がまた一人出てきたのです。いやいや、今度のは本物です。だいぶ被害が深刻なのです。築地の曼荼羅病院長とおっしゃる方ですが、そうですそうです。聞いたことのない病院ですが、例の彼女一流の芝居に引っかかって、医師法違反までさせられたという事実を説明しに、わざわざ僕のところに来ておられるのですが、姫草百合子の自殺死体の遺骨を保管しておられるというのですが、そうです、そうです。とんでもない話ですが、事実です。今ここに待っておられるのです。
ぜひあなたにお目にかかりたいと言って、ああ、もしもし、もしもし。もうマンダラ院長は帰りかけておられます。帽子とステッキを持って慌てて出て行かれます。ああ、もう出て行きました。今勇敢な看護婦が駆け出して見送っております。ちょっと待ってください。僕が方向を見届けて報告しますから。あ、服装ですか？服装は一口に言うと黒ずくめの竜としたモーニングです。身長は5尺7、8寸。色の青黒い外国人じみた立派な痩せ型の紳士。ああ、脅迫用の手紙を忘れていきました。ああ、この電話に驚いたらしいです。ああ、ああ、そうですか。それじゃあ、お帰りがけにお寄りください。まだ話がありますから。いや、どうも失礼。すみませんでした。さよなら。マンダラ院長は、タミヤ課長の敏速な手配にもかかわらず、とうとう捕まらなかったらしく、今日の日が暮れるまで何の音沙汰もありませんでした。したがって彼氏が彼女とどんな関係を持った、どんな種類の人間であったか、どうして彼女の書き置きを手に入れたか、いつから彼女の影身に付き添って、どの程度の黒い活躍をしていたか、といったような事実はまだ推測できません。しかし、神奈川県庁から帰りがけに病院に立ち寄って、私の提供した姫草百合子に関する新事実を聞き取ったタミヤ特攻課長は、容易ならぬ事件という見込みをつけたらしく、即刻東京に移庁する意向らしかったのですから、彼女の死に関する真相も遠からずはっきりしてくることと思いますが、それよりも先に小生は、一刻も早く彼女に関する事実の一切をあなたにご報告申し上げて、後日のご参考に供しておかねばならぬ責任を感じましたから、かように鉄証の覚悟でこの筆を取っている次第です。今まではあまりに恥ずかしいことばかりなのでご報告を躊躇しておったのですが、いや、今日まであなたと何らのお打ち合わせもできなかったのがやはり、かの不可思議な少女、姫草百合子の回手腕に見せられて、脳髄を麻痺させられていたせいかもしれませぬが、何よりも先に明らかにいたしておきたいのは、彼女、姫草百合子と自称する可憐の一少女が、昨春3月頃の東都の新聞という新聞に、デカデカと書き立てられました、特号見出しの謎の女に相違ないことです。この事実は、本日面会しました前期の司法当局者に私から説明しましたので、同氏が容易ならぬ事件と認めて、即刻警視庁に移庁したという理由もそこにあることと察しられるのですが、その新聞記事によりますと、ご記憶かもしれませんが、彼女はその情婦との密会所を警察に発見されたくないという考えから、その密会所付近の警察に自動電話をかけたものだそうです。私はただいま、バツバツのバツバツという家に誘拐、監禁されている無垢の少女です。ただいま、魔の手が私の方へ伸びかかっておりますが、わずかの隙を見て電話をかけているのです。助けてください。助けてください。という意味の真に迫った息絶え絶えの声を送って、当局の自動車をとんでもない遠方の方角違いへ追いやってしまったのです。彼女はかようにして、それからたびたび警察を騒がせましたので、結局同じ女だということが分かって、極度に当局を憤慨させ、新聞記者を喜ばせた。というのが事実の真相です。その無鉄砲とも無茶苦茶とも形容のできない
一種の嘘の天才である彼女が、あなたのご懸念になっている彼女であり、ついこの間まで白い服を着て、小生の病院内を飛び回っておりました彼女だったことを、現在、彼女の身元引受人であった者が、はっきりと主張しているのです。そうしてその主張している理由は、彼女の心理状態から押して事実と認められるので、現に警察当局でも、そうした主張の真実性を、理合も疑っていない次第です。それにしても病たる一少女に過ぎない彼女が、あらゆる通信、交通機関の応一している今の世の中に、しかも目と鼻の間とも言うべき、東京と横浜にあるあなたと私の一家を、かくも長い間、お互いに怪しみ、探り合わせながら、どうしても巡り合うことができないという不可思議な、気味の悪い運命に陥れていくと同時に、彼女自身の運命までも葬らなければならぬほどの深刻な窮地に陥れてゆくべく余儀なくされた、そのそもそもの動機はどこにあるのでしょうか。以下は私の日記の抜き書きを一つの報告文体に作り上げたものです。ですから中には彼女に関するあなたのご記憶と重複しているところもありましょう。またはあなたのご人格を冒涜するような証拠もありましょう。なおまた、敬語を抜きにした記録体にいたしましたために、無作法にわたるような箇所ができるかもしれませんが、何卒、あしからずご了読をお願いします。いずれも、その時の私の心境を率直、如実に告白いたしたいために、日記の記録する通りに文章を取りまとめたものですから。姫草百合子が私の病院に来たのは昨昭和8年の5月31日、開業の前日の夕方であった。見事な、しかし心持ち地味なオナンドの着物に、派手なコバルト色のパラソル、新しいフェルト草履、バスケット一つという姿の彼女がしょんぼりと玄関に立った。こちら様では、もしや看護婦がご入り用ではございませんかしら。診察室の装飾について、家具屋と協議をしていた私の姉と妻の松子とは、顔を見合わせて彼女の勇敢さに感心したという。ちょうど2人雇っていた看護婦では少し手が足りないかもしれない、と話し合っていたところだったので、早速外来患者室に通して、私と3人で面会して、一応の質問と観察を試みた。新聞の広告を見てきたのですか？いいえ、ちょうど、表の会員のお看板が電車の窓から見えましたので、降りてまいりました。はあ。お国はどちらですか？青森県の H 市です。ご両親ともそこにおられるのですか？はい。H 市の旧家でございます。ご両親のご職業は？造り酒屋をいたしております。ほう。それじゃ失礼ですが、お家はご裕福ですね。ええ。それほどでもございませんけど、私が東京に出ることにおきましても、両親や兄が反対したんですけど、私、自分の運命を自分で開いてみたかったんですし、それに、看護婦の仕事がしてみたくて、たまらなかったもんですから。それじゃ今では、ご両親と音信を絶っておられるんですか？いいえ、いつも手紙を往復しておりますの。それから、たった一人の兄も東京で一旗あげると言って、今、丸ビルの中の缶詰会社に奉公しております。
学校はどこをお出になったの？青森の県立女学校を出ておりますの。看護婦の仕事にご経験がありますか？はい。学校を出ますと、すぐに信濃町の境内の耳鼻科に入りまして、ずっと今まで。そこを出てきた事情は？あんまり嫌なことが多いもんですから。嫌なことってどんなことですか？申し上げられません。仕事はとても面白かったんですけど。あなたの身元保証人は？下屋で髪結いをしているおばさんに頼んでおりますの。いけないでしょうか？どうして兄さんに頼まないんですか？おばさんの方がずっと世間慣れしておりますし、今までその家におったもんですから、今日も家にじっとしていないで、ぶらぶら街を歩いてごらん。いい仕事があるかもしれないからって、そのおばさんが言いましたもんですから。お名前は？姫草ゆり子と申しますと。姫草ゆり子。おいくつ？満19歳2ヶ月になりますの。使っていただけますかしら？これだけの問答で、私らは彼女を採用する決心をしてしまった。私ばかりじゃない。妻も姉も、彼女の無邪気な鳩のような態度と、澄んだ清らかな茶色の瞳と、路傍に叩きつけられて救いを求めている小鳥のような彼女のいじらしい態度。バスケット一つを引っ提げて食を求めつつ、街を奉公する彼女のけなげな、痛々しい運命に、中心から吸い付けられてしまっていた。笑え、私らの戦地の安価さを。誰でもこの問答を一読しただけで、彼女の身元について、幾多の矛盾した点や不安な点を発見するであろう。少なくとも一度、境内の耳鼻科に電話をかけて、彼女の身元を幾分なりとも洗ってみた上で雇い入れるのが常識的であることに気づくであろう。けれども、その時の私らは、そうした軽率さをみじんも感じなかった。彼女の容姿と言葉つきの吸い寄せるようなあどけなさが、彼女の周囲をうずめき巡っているであろう幾多の現実的な危険さに対する私らのあらゆる常識を呼び起こして、一種のロマンチックな、鮮鋭な同情の断面を作って、彼女に働きかけさせたことを私らは否定できないであろう。そのあくる日、ねえ、お姉様、あの子がもし、看護婦がダメだったら、女中にでも使ってやりましょうよ。ねえ、かわいそうですから。まあ、私も、あんたがその気ならと思っていたとこよ。おいおい、お客様も増えるでしょうから。と、二人が相談し合ったくらい、姉と妻は彼女に対して乗り気になっていたらしい。そればかりじゃない。なおその上にもう一つ。これは私の職業意識とでも言おうか。私が彼女を見たときに、第一に目についたのは彼女の鼻筋であった。彼女は決して美人という顔立ちではなかった。目鼻立ちはどちらかといえば10人並み程度で、色も相当に白かったが、背丈が普通よりも低く、5尺ちょっとぐらいであったろう。同時に、その丸い顔の中心にあたる小鼻がいかにも低くて、
目と鼻の間の遠い感じを表していたが、それだけに彼女が人のいい、無邪気な性格に見えていたことは争われない。私はそうした彼女の顔立ちをたった一目見た瞬間に、彼女の小鼻に竜美術をやってみたくなったのであった。これくらいのパラフィンをあそこに注射すれば、これくらいの花にはなる。彼女の小鼻は尾骨と密着していない、極めて手術のしやすいたちの小鼻であると思った。こうした一種の職業意識から来た愚かな魅惑が、彼女を雇い入れる決心をした私の心理の底に動いていたことも否定できない事実であった。こうした私の目的は間もなく立派に達成された。彼女は私の病院に雇われてから1週間と経たぬうちに、俄然として見違えるような美少女となって、病院の廊下を飛び回ることになった。決して自家広告をするわけではないが、私は彼女に施した竜美術の効果の予想外なのに驚いたものであった。手術をしてやった明くる朝、薄化粧をして、おはようございます、と言った彼女の笑顔を見た瞬間に、これは大変なことをした。とんでもない美人にしてしまった。と肝を潰したぐらいであった。しかし、彼女に対する私たちの脅威は、まだまだそれくらいのことでは済まなかった。彼女の看護婦としての腕前は申し分ないどころの騒ぎではなかった。境内耳鼻科の押し込みもさることながら、彼女は実に天才的の看護婦であることを発見させられて、中心から舌を任されたのであった。彼女が私の病院に来てから間もなく、私がある中年紳士の上顎頭蓄膿症の手術をしたときに、初めて助手を命ぜられた彼女は、忙しく動いている私の指の間から、麻酔患者の切り開かれた上唇の間に脱脂綿をスイスイと差し込んで、溢れ流れる血液を吹き上げて、切開部をいつも私の目によく見えるようにしていった。その鮮やかな、慣れきった手つきを見たときに、私はゾッとするぐらい感心させられてしまった。長い年月の間、幾多の手術に当たってきた老成の看護婦でも、こうした手術者の意図に対する敏感さと、手だれの鮮やかさをめったに持ち合わせていないであろうことを、私はしみじみ思わせられたことであった。しかし、彼女が開業医なる者の患者に対して、いかに素晴らしい理解を持っていたか、そのために私ら一家がいかに彼女に感謝させられていたか、そのために病院内の仕事をほとんど非常識に近いところまで彼女に任せきっていたか、そしてそのために以下記述するような謎の女式の活躍の自由をいかに多分に彼女に許しておったかという事実は、おそらく何人も想像の外であろうと思う。私は開業当時から誰もするように仕事の時間割を決めていた。午前10時から午後1時まで、午後3時から6時までを診察治療の時間と決めて、6時以後はすぐに近くのもみじ坂の自宅に帰って、家族と一緒に晩餐をとることに決めていたが、開業医の当然の責任として、帰るとすぐに入院患者から何でもない苦痛のために、慌ただしく病院に呼び戻される。またはいわゆる草木も眠る牛蜜時に、聞き分けのない患者から呼びつけられることが何度も何度もあることを当初から覚悟していた。これは、医師として私的に非常な苦痛を感ずる事柄に相違ないのであるが、しかしできるだけ努めてやろう。親切にしてやろう。苦痛をなくするのが目的で、病気を治すのが目的じゃないのが一般入院患者の心理状態なのだから。
といったような悟りまで開いて待ち構えていたのであるが、意外にも私が開業して以来、そんなことが一度もないので、次第に不思議に感じ始めた。あるいはまだ自宅に電話が引いてないせいではないかとも思ったが、それにしてもおかしいというので、よく姉たちと話し合ったものであったが、この不思議は間もなく解けた。それは実に、姫草百合子一人の働きであることが、よく注意しているうちに判明してきた。彼女は麻酔の冷める頃合いとか、手術後の苦痛を訴え始める時間とか、または熱の高下と患者の体質とが関連して起こる苦痛の度合いとかいうものについて、看護婦特有のそれ以上の親切な敏感さを持っていた。いつも患者が何か言い出す前に先を越して手当てをしたり予告をして慰めたりしていたものらしい。時としては勝手に患者の耳や鼻を掃除したり洗ったり、甚だしい時は私に断らずに模擬の注射、その他の鎮痛、麻酔手段を取ったことが事後の経過によって判明したこともあったが、しかしそれにしても患者の喜びは大したものであったらしい。他の看護婦に訴えてもまごまごしたり、躊躇したりしていることを彼女はぐんぐん断行して安静に一夜を過ごさせたので、臼杵病院の姫草さんという名前が私の名前よりも先に関係の間に公表を博したことは決して不自然ではなかった。無論私が助かったことも非常なものであるにはあったが、そればかりではない。彼女の持って生まれた魅力は事実、男女老幼を超越したものがあった。この点では私の家族たちもただ一言、偉い、と評するより他に批評の言葉を発見し得ないくらい、彼女の手腕に敬服していた。老人は老人のように、少児は少児のように、男は男のように、女は女のようにと言ってみれば何でもないことではあるが、そうしたあらゆる種類の患者の病状をいちいち親切に聞いてやって、院長たる私を信頼させて、安心して診察、手術を受けさせて、気楽に入院させて、時としてはその家庭の内情までも聞いてやって、同情し、励まし、慰めつつ、無事に退院させてやる。その手際といったら到底、我々凡族の及ぶところではない。神経質な、根性のひねくれた老人や、やんちゃな過敏な子供までも、もう1から10まで、姫草さん、姫草さん、と持ちきりで、他の2名の看護婦は、あれども亡きがごとき状態であった。あたじけない話ではあるが、患者が退院するときなぞは、院長の私のところへ謝礼をするよりもまず姫草さんに、という傾向になってしまったもので、子供なんぞは泣いて帰らないという。姫ちゃんと一緒に病院にいるんだと言って聞かない。その他の患者でも、退院して後に彼女宛てによこす令状の長いこと、受付兼会計係をしている姉が、12銭も貼るほど手紙に書くことがどうしてあるのだろう、と呆れるくらいであった。さらに驚くべき事実は、実は当然の帰結かもしれないが、彼女のおかげで私の患者がめきめきと激増したことであった。この点、私の開業は非常に恵まれていたと同時に、彼女、姫草百合子と名乗るマネキン兼マスコットに絶大の感謝を払わなければならなかった。受診に来る患者の甲乙平定が何につけても姫草さん、姫草さんと尋ね求める態度を見ると、ちょうど臼杵病院の中に姫草百合子が開業をしているようで、
多少の自信を腕に持っている私も、彼女のこうした外交手腕に対しては、大いに謙遜の必要を認めさせられていた次第であった。私は彼女に20円の給料を払っていた。これは決して法外に安い給料とは思わなかったが、最近彼女の功績を大いに認めなければならぬ状態を認めて、姉や妻とよりより相談をしていた次第であったが、折も折、ちょうどその最中に、実に奇妙とも不思議とも、例えようのない事件が彼女を中心にして渦巻き起こって、ついに今度のようなものすごい破局に陥ったのであった。しかもその破局の種は彼女自身がまいたもので、すでに彼女が私のところに転がり込んだ最初の一問一答の中に、その種がまかれていたのであった。彼女の郷里は青森県の酒造家で、裕福な家らしく聞いていたが、その後の彼女の朗らかな性格や無邪気な態度を通して、そうした事実を私らは毛頭疑わなかった。一番最初の問答に出た彼女の兄なる人物は、彼女が来てから間もなく、蔵屋の黒羊羹をたくさんに持って病院に挨拶に来た。もっともそれは私が帰宅した後のことで、誰もその兄の姿を見届けた者はいなかったが、ちょうど私が自宅で夕食を終わってから何かしらデザートじみたものが欲しいと思っているところへ、病院の姫草百合子から取り次ぎ電話がかかってきた。先生、ただいま兄がお礼に参りましたの。先生がお好きって私が申しましたからってね。蔵屋の羊羹を持って参りましたの。いいえ、もう帰りましたの。せっかくお休みのところをお妨げしてはいけないってね。どうぞどうぞ、この後ともよろしくってね。申しまして、そちらへお届けいたしましょうか。羊羹は。お急ぎで届けてくれ。ありがとう。と返事をしたが、おそらく甘く見られたと言っても、この時ぐらい甘く見られたことはなかったろう。彼女の郷里からといって5升の清酒と一樽の奈良漬けが到着したのは、やはりそれから間もなくのことであった。何でも郷里の人に、両親からことづけた品物だとかで、例によって私が帰宅後に病院に居残っていた彼女が受け取ったという話であったが、彼女が汗を流して引っ提げてきた酒瓶と樽には、レッテルも何もなく、極めて粗末な田舎臭いのし紙が一枚ずつ貼り付けてあるきりであった。一口味わってみた私は、なかなか江戸前だな。ピーンとくるね。奈良漬けも三越のに負けない。と思わず口を滑らしたが、おそらくそれが図星だったのだろう。樽の縄を始末していた彼女は、ただ赤面したきりで、こそこそと病院に逃げ帰ったようであった。もっとも、その時に私は、彼女の幸福を祈っている兄や両親のことを思い出して、相当5年入りにしんみりさせられていたから、彼女のそうしたこそこそした態度にはちっとも気づかなかった。彼女の後を見送りながら、たった20円しかやらないのになぁ、と照れ隠し見たような冗談を言ったくらいのことであった。ところでここまでは誠に上出来であった。このあたりで止めておけば、万事が天衣無縫で、彼女の正体も暴露されず、私の病院も依然としてマスコットを失わずに済んだわけであったが、高津魔王子とでも言おうか、彼女独特のものすごい嘘つきの天才が、少し落ち着くにつれて、
もりもりと異常な活躍を始めたのは、是非もない次第とでも言おうか。彼女の異常な天才が、境内耳鼻科の白鷹くんと私の家庭を形容のできない薄気味の悪い悪夢の中に陥れ始めた原因というのは、おそらく彼女自身も気づかなかったであろう、極めて些細な出来事からであった。お恥ずかしい話ではあるが、開業早々の好景気に少々浮かされ気味の私は、いつの間にか学生時代とそっくりのひょうきん者に立ち返っていた。つまらないダジャレや軽口や冗談を連発して患者の憂鬱を吹き飛ばしたり、おいおい、小さいメスを持ってこい。小さなメスだ。お前じゃないよ。間違えるな。と、姫草に言ったりしたが、そのたんびにゆり子はキャッキャと笑って立ち働きながら言った。まあ、臼木先生は白鷹先生そっくりよ。なんだい、その白鷹っていうのは。俺に断らないで俺に似てるなんて失敬なやつじゃないか。まあ、臼木先生ったら、白鷹先生はあなたよりもずっとお年上で、境内耳鼻科の助教授をしていらっしゃるんですよ。ああ、謝った。あの白鷹先生かい。あの白鷹先生なら、確かに俺の先輩だ。それごらんなさい。境内にいるときに白鷹先生はいつも手術や診察の最中にいろんな冗談ばっかりおっしゃって患者をお笑わせになったんですよ。鼓膜切開の時なんかは患者が笑うと頭が動いてとても危険なんですけど、白鷹先生の手術は素敵に早いもんですから、患者が痛いなんて感ずる間もなく笑い続けておりましたわ。そんなところまで臼木先生のなさり方とそっくりでしたわ。謎とゆり子は後で言い訳らしく説明するのであったが、こうした最大級の真に迫ったおべっかが私のプライドを満足させたことは言うまでもない。もちろんこれは彼女の実家な裕福なことを証明して、彼女の暗い、醜い全身を隠そう、同時に彼女の儚い空想を現実に満足させようとしたのと同じ心理から出た作り事で、彼女が境内耳鼻科、助教授の要職にいる人からいかに信頼を受けておったかということを具体的に証明したいばっかりの一辺の虚構に過ぎなかったのであったが、しかしその時の私がどうしてそんなことに気づき得よう。かねてから母校の先輩として尊敬していた白鷹先生の名前を久しぶりに聞いた私は、喜びのあまり目を丸くして彼女に問いかけたのであった。ほう、それじゃあ、白鷹先生は今でも境内におられるのかい？ちっとも知らなかった。彼女は平気で、いや、むしろ得意そうに白鷹先生の話に深入りしていった。ええ、手術にかけたら、とてもお上手っていう評判ですわ。私、こちらへ参りますまで、先生にどれくらい可愛がられたかわかりません。奥様からも、それは真実の娘のようにしていただきましてね。今にきっといいところへ片付けてやるっておっしゃって、着物なんかいくつもいただいてまいりましたの。今、普段に着ておりますのも、奥さんのお若い時の派手になったからってくだすったのですわ。私はすっかり彼女の話に引っ張り込まれてしまった。陰ながら白鷹先生に敬意を表すべく、両手を揉み合わせたものであった。なんだ、
白鷹先生なら僕の大先輩だよ。旧大にいる自分にご指導を受けたんだから、もしかすると僕のことをご存知かもしれない。いいことを聞いた。そのうちにぜひ一度お目にかかりたいもんだが。ええ、そりゃきっとお喜びになりますわ。先生のことも二三度お話の中に出てきたように思いますわ。臼木くんはとても面白い学生だったって、そうおっしゃってね。ふーん。僕は茶目だったからな。お宅はどこだい？下六番町の12番地。奥さんはとても上品でおきれいな九条武子様みたいな方ですわ。久美子さんとおっしゃってね。先生をとても大切になさるんですよ。仲が良くってね。何でもいいから、そのうちに。今日でもいいから一度、君から電話かけといてくれないかね。臼木がお目にかかりたがっているって。まあ、私なんかがご紹介しちゃ失礼じゃございません？なに構うものか。白鷹先生なら、そんな気取った方じゃないんだよ。そう言って私は、姫草百合子に頭を一つ下げた。彼女は、そういう私の顔を少し金眼じみた可愛い瞳でちょっと見上げていたが、なぜか多少、しょげたようにうなだれて、軽いため息を一つした。いささか、恨めしそうな態度にも見えたが、しかし私はそれを彼女独特の無邪気な美体の一種と解釈していたので、格別不思議に思わなかった。でも私、看護婦風情の私があんまり失礼。なあに、構うもんか。看護婦が紹介したって、先生は先生同士じゃないか。白鷹先生はそんなことに見識を取る人じゃなかったぜ。ええ、そりゃ今だってそうですけど。そんならいいじゃないか。僕が会いたくてしようがないんだから。彼女は仕方がないというふうに肩を一つゆすり上げた。奇妙な泣きたいような笑い顔をにっこりとして見せながら。ええ、私でよければ、いつでもお引き合わせしますけど。うん、頼むよ。今日でもいい。電話でいいから、かけといてくれたまえ。それは、いつもの気軽い彼女には似合わない、妙にこだわった薄暗い応対であった。しかし間もなく平勢の無邪気な快活さを取り返した彼女は、さも嬉しそうに、あたかも白鷹助教授と臼木病院長を紹介する光栄を喜ぶかのように、ぴょんぴょんと跳ね上がりながら電話室へ走り込んでいった。その後ろ姿を見送った私は、もう何も疑わない朗らかな気持ちになっていたが、なんぞはからん。この時すでに私は彼女に一杯食わされていたので、彼女もまた同時に彼女の生涯の致命傷となるべき悩みの種を彼女自身の手で萌芽させていたのであった。彼女の言う白鷹先生というのは、彼女の知っている白鷹先生とは性質の違った白鷹先生であった。要するに彼女の基地が私をモデルにして創作した、私の機嫌を取るのに都合のいいように創作した一つの架空の人物に過ぎないのであった。しかもその架空の人物と彼女との親密さを私に信じさせることによって、彼女自身の信用を高め、
彼女の社会的な存在価値を安定させようと試みている一つのトリック人形でしか白鷹先生はあり得ないのであったが、軽率な私はそのトリック式白鷹先生の存在を120% に盲信させられていた。私と同様な気軽な茶目式の人物と思い込んでしまったために、こんな軽はずみなことを彼女に頼んだ次第であった。ところが彼女のこうした不可思議な創作能力は、それからさらに百尺関東100歩を進めて、真に意表に譲る怪奇劇を編み出すことになった。というのは、ご本人の白鷹先生もご存じない境内耳鼻科の白鷹先生から、白昼堂々と電話がかかってきたのであった。私が開業してからちょうど三月目、本年の9月1日の午後3時半ごろ、彼女が電話口から診察室に飛んできた。先生、白鷹先生からお電話です。大勢の患者を診察していた私は驚いて振り返った。何？白鷹先生から電話？何の用だろう。まあ、先生ったら、この間、私に紹介してくれっておっしゃったじゃございません。ですから私、昨日お電話でもう一度そう申しましたの。お忙しい時間もちゃんとそう言っておきましたのに、今頃おかけになるなんて。と彼女はいくらか不平そうに可愛い眉を潜めるのであった。こうした技巧といったら、それこそ独特の天才と言うべきものであったろう。実に真に迫ったものがあった。彼女と彼女の創作した白鷹先生との親密さにおいて、微塵の疑いを差し挟む余地もないくらい真に迫ったものであった。電話に出ていた相手の男性、白鷹先生にあらざる白鷹先生は、彼女の説明通りに、いかにも快活らしい朗らかな声の持ち主であった。しかも、それがほとんど私に一言も口を聞かせないまま、一気に喋り続けた。いや、薄木くんか。しばらく。ごきげんよう。いや、ご無沙汰。景気はどうだい？姫草から聞いたよ。結構。姫草ってやつは、いい看護婦だろう？こっちであんまり良すぎるもんだから、看護婦長から睨まれてね。とんでもない濡れ衣を着せられて追い出されちゃったんだよ。僕の家内が非常に可愛がっていたんだがね。いや、本人も喜んでいるよ。この間と昨日と2度電話をかけてね。君んとこは非常に居心地が良くて働きがいがあるってね。そう言うんだ。妻も聞いて喜んでいるんだ。何しろ娘みたいに可愛がっていたんだからね。看護婦になるって青森県を飛び出したところなんかは少々バカかもしれないがね。看護婦に生まれついているのだろう。仕事は実に申し分ないんだ。僕が保証するよ。可愛がってくれたまえ。いや、久しぶりに君に会ってみたいんだ。どうだい？相変わらず飲めるかね？結構。ところで君は、在京の耳鼻咽喉科の医者連中がやっている公木会っていうのを知っているかね？それだ。九州にいる自分に聞いていた。明治43年のカノエイヌの年にできた会。それだ。なーに。毎月1回ずつ3日か4日の日に、みんなが寄って休校を温めたり、不平を言い合ったりして飲んだくれる会さ。素敵に朗らかな会なんだ。
それが来月は3日に決まったからね。場所は丸の内クラブ。午後6時からなんだが、君、やってこないか？会費なんかその時次第だが、いくらもかからない。うん。ぜひ来てくれたまえ。うん。あははは。まだお目にぶら下がらないが、奥さんにもよろしく。といううちに時間が切れてしまった。私が受話器をかけるとすぐ横に彼女が立っていて、可愛らしく小首をかしげながら、まあ、切っておしまいになったの？私からもお話ししたかったのに。でも、どんなお話でしたの？と、心配らしく目を光らしているのであった。驚いたよ。恐ろしくざっくばらんな先生だね。少々巻き舌じゃないか？でしょうね。そりゃ、面白い方よ。それから電話の内容を話して聞かせると、いかにも安心したらしく、さも嬉しげにぴょんぴょん跳ねて廊下を飛んでゆくのであった。本当に白鷹先生ったらすっきりしたいい方だったわ。親切な方、私大好き。なぞと感激に満ち満ちた軽い独り言を言いながら、少しの不自然もなく私に聞こえよがしに言いながら。ところが、それから2日目の朝、私が出勤すると間もなく、いつになく不機嫌な顔をした彼女が、もみくしゃにした便箋を手に握りながら、妙に体をくねらして私の前に立った。かわいい下唇を反らして言うのであった。本当にしようのない。白鷹先生ったら仕事となると夢中よ。どうしたんだい？一人でプンプンして。いいえ、昨夜のことなんですの。白鷹先生から私へ宛てて、こんな速達のお手紙が来たんですの。今日の午後に平塚の患者を見舞いに行くんだが、帰りが遅くなるかもしれない。だから、公木会へも行けないかもしれない。お前から臼木先生によろしく申し上げてくれっていうお手紙なんですの。本当に白鷹先生ったらしょうのない。稼ぐことばっかし夢中になって、きっと平塚のなんとかいう銀行屋さんのところですよ。お友達と下手くその義太夫の会を開くたんびに白鷹先生を呼ぶんですから、それが見えなんですよ。つまらない。そう悪く言うもんじゃないよ。そんな健康な金持ちの患者が増えなくちゃ困るんだ。耳鼻科の医者は。だって、久しぶりに先生と会うお約束をしていらっしゃるのに。なあに、会おうと思えばいつでも会えるさ。だって、と口ごもりながら、彼女はいかにも不平そうな青白い目つきで私の顔を見上げた。が、この時に私がもう少し注意深く観察していたら、彼女のそうした不安さが尋常一様のものでなかったことを容易に看破し得たであろう。会おうと思えばいつでも会えるといった私の言葉が彼女にどれほどの深刻な不安を与えたか。彼女をどんなに恐ろしい脅迫観念の無限地獄に突き落としたかをその時に察し得たであろう。自分の実家の裕福なことを如実に証明し、同時に自分の看護婦としての信用がいかに高いものがあるかを慶大助教授白鷹先生の名によって立証すべく苦心していた彼女。かの
謎の女の新聞記事によって、この時すでに社会的の破滅に脅威されかけている彼女自身の自己意識を満足させると同時に、彼女自身だけしか知らない驚くべき謎に包まれている彼女の過去を完全にカモフラージュしようと試みていた彼女の必死的努力は、本物の白鷹先生と私とが直接に面会することによって跡形もなく粉砕されることになるではないか。彼女は彼女自身に作り上げている嘘の天国の夢を叩き破られて、再び人生の冷たい歩道の上に放逐されなければならなくなるではないか。こうした女性にとって、そうした幻滅的な出来事が死刑の宣告以上に恐ろしいものであることは、現代の婦人の、特に少女の心理を理解する人々の容易に趣向し得るところであろう。事実、こうした破局に対する彼女の予防手段は、それが後、真に死に物狂い式なものがあった。離合の間違いが地獄、極楽の分かれ目という坊主の説教をそのままに、彼女は自分自身を陥れる身の毛のよだつ地獄絵巻を彼女自身に繰り広げていったのであった。